こんにちは、キキです。今日は前回の動画の続きで、今回はどういう風にギリシャ語を話せるようになったかっていうことをお話ししたいと思います。前回の動画では私はフランスでフランス語学校に通って、そこでどういうことに気をつけてフランス語を話せるようになったかっていうのをお話ししました。今日はまたそれとはちょっと違った角度から、語学学校に行かずにどういうふうに語学を学んだかっていうのをお話しします。まず私はギリシャに移住してきてから単刀直入に言うと2年くらいギリシャ語を話せない日々が続いていました。それの要因としては人との関わりがなかったこと、そして、日本語とギリシャ語の辞書を持っていなかったこと、それを訳す辞書を持っていなかったことっていうのがあったかなと思います。その2年の間にはギリシャ語のもの、新聞だったり本だったりを読んだりだとか、音楽を聴いてみたりだとか、ギリシャ語で日記を書いてみたりだとか、本当にいろんなことを試したんですけれど、全然身につかなくて、何が一番効果があったかっていうとテレビです。やっぱり話すようになるためにはまず聞けないといけないなっていうのをそこで身をもって実感しました。それでも全然上達しなかったので、そこで、あることを2つ決断しました。決断1は、家の中ではギリシャ語しか話さない。私は彼氏がギリシャ人なんですけれど、それまではその彼とフランス語で話していたのを全くやめてギリシャ語しか話さないっていうふうにある日決めました。もう一つ決めたことは、ギリシャの夜間学校に通う。それは語学学校とは別で、ギリシャ人のギリシャの中学を卒業していない人が卒業単位をもらいに行くような学校だったり、もしくはそれの高校のバージョンであったりっていうのに通うことを決めました。とにかく他の人とギリシャ語を話す機会を自ら作りに行くことにしました。そうするとそこからは面白いくらいトントン拍子にできるようになったんです。やっぱり自分で話さないと自分の間違いには気づかないんですよね。文字で書いている時とはまた違って、脳の回転も速くなるし、何が分かって何が分からないのかっていうのがすぐさに分かるようになるので、そこからはすごく上達するのが早かったなと我ながら思います。そして今の私がギリシャ語をどのくらい話せるかっていうのは、私の今まで出したいろんな動画を見てもらえば分かるかなと思います。そして、できるようになった今だから分かる効果のある勉強方法4つっていうのがあります。まず1つ目は、日常会話をたくさん聞くことです。そうすると何ができるようになるかっていうと、現地の人が使う表現にアンテナがいくので、それを自分自身も使えるようになったりだとか、どの単語をよく使っているのかっていうのが分かるようになってきたりします。そうすることでその単語を重点的に覚えていくと、少しずつ話せるようになるかなということ。そして、できるようになるためのポイント2つ目が、いい辞書を持つということ。私の場合、日本語とギリシャ語を訳すすごく小さいポケット辞書を見つけたんですね。なんか大きい辞書って私開くの嫌になっちゃうんですよ重いし、探すの大変だし。でもその辞書はなんかすぐに開けるから、それがお気に入りで、今でも愛用しています。で、辞書関連で言うと、わからない単語があるときにすぐに引くことを恐れないようにしています。例えば3度も4度も聞いている単語って、なんとなくこれ聞いたことあるし意味わかるかもみたいな考えになるんですけれど、でも日本語訳できないときは一旦辞書を引いとこうということで、その度に辞書を引くようにしています。そして、これは大事なことのポイント3つ目にもつながるんですけれど、引いた単語は紙に書いて復習。とにかく復習前回の動画でも話したんですけれど、私天才肌タイプじゃなくって本当に地道に単語を一つ一つ覚えていくタイプなので、復習には本当に重点を置いています。
そうするとその先の日常会話で、聞いたことのある単語が耳に入ってくると、あ、これなんて意味だっけっていうふうに反応することができるんですね。それでもう一回辞書を開く、これの繰り返しで少しずつできるようになっていくんじゃないかなと思います。そして最後にお話しする語学が上達するポイント4つ目は、自分の拙い話を聞いてくれる友達を持つこと。これはすごく難しいですその友達に自分の語学が聞いてほしいから友達になってっていうんではなくて、本当の友達のような人を持つとなおさらいいかなと思います。ただこれは人間関係も関わってくるので難しいことではあるんですけれど、そうすると上達のスピードだったりネイティブになる確率っていうのがぐんと上がるかなと思います。逆にこれはやらない方がいいんじゃないかな、語学を学習する上でと思うポイントは4つくらいあります。それのまず1つ目は、全ての単語や文法を日本語に置き換えること。例えば単語一つでとっても辞書で出てくる意味と実際に使われている意味って少しニュアンスが違ったりするので、きっちり日本語に当てはめようとすると少しこんがらがっちゃうかなと頭の中が思います。語学を学習する上でやらない方がいいんじゃないかなと思うこと2つ目は、わからないことを恥ずかしいと思うことです。例えば単語でわからないことがあった時に人に聞く勇気が出ないだとか、あとは拙い言葉を話す自分が恥ずかしくて話し出せないとか、そういうのは取っ払っちゃっていいかなと思います。語学を学ぶ上で本当に重要なことなので、自分の語学を学びたいっていう気持ちを取るか、恥ずかしくて喋れないっていう気持ちを取るかで上達する確率が変わってくるかなと思います。語学を学ぶ上でやらない方がいいんじゃないかなと思うこと、3つ目が、いつかできるようになると思って学ぶ努力をしないことです。例えば私はギリシャに住んでるからいつかギリシャ語ができるようになるだろうみたいなことはダメですこれは私が身をもって体験したので、はっきり言えることです。やっぱり日々の復習だったり単語を検索することは本当に大事で、そういうことをしないと、例えば滞在してる年数は長いのにギリシャ語ができないっていう苦手意識だけが高くなって、しまうんじゃないかなと思います。なので、学びたいと思った時に辞書を買って、学ぶ体制を作るっていうことが本当に大切です。やってはいけないこと4つってお話ししたんですけれど3つでしたすいませんでした。ということで今日はギリシャ語をどのようにして勉強したのかということをお話ししました。最後に一つおすすめしたい勉強法があって、それはネットフリックスでギリシャ語を聞きながら日本語のサブタイトルに字幕にしたりだとかギリシャ語の字幕にしたりっていうのは今一番おすすめの勉強方法です。今日のお話がこれから語学を学びたいと思っている方の役に立ったのであれば嬉しいです。それでは動画を最後まで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。